のささやきの朗読やその日俺たちはもう何年も前に廃校となったとある小学校に来ていた。ここまで来る途中、山道はやけに長く感じられて、途中からは対向車どころか人の気配すらなくなっていた。ナビもまともに機能しなくなって、工藤が、あれ、この辺りのはずなんだけどなぁ、と何度も同じようなことを言いながら、車を走らせていたのを覚えている。舗装はされているはずなのに、ところどころ道は荒れていて、タイヤが小さく跳ねるたびに、車内に微妙な沈黙が生まれる。その沈黙を埋めるように、工藤だけがやけに楽しそうに喋り続けていた。いや、でも絶対あるって。こういうところに限ってさ。だから何がだよ。運転席の遠藤が前を見たままめんどくさそうに返す。廃校だぞ。しかも山ん中。何もない方がおかしいだろ。いや、普通は何もねえよ。俺は後部座席でそのやりとりを聞きながら、ぼんやりと窓の外を見ていた。昼間のはずなのに、木が覆いかぶさるみたいに道の上に伸びていて、ところどころ日差しが遮られているせいで、妙に薄暗い区間が続いていた。そのせいか、時間の感覚が少しだけ狂っているような、そんな気がしていた。ほら、あれじゃね？するとしばらくして、工藤が前方を指さした。木々の隙間から白くくすんだ建物が見える。近づくにつれてそれは2階建ての校舎だと分かった。マジであんのかよ。遠藤が小さくつぶやきながら車をゆっくりと止める。エンジンを切ると、さっきまで気にならなかった外の静けさが一気に入り込んできた。昼間のはずなのにやけに音が少ない。風は吹いているのに葉の擦れる音がどこか遠くに感じる。着いたな。工藤が嬉しそうにドアを開けた。そのまま俺たちも外に出ると、思っていたよりも空気が冷たかった。山の上だからかもしれないけど、それにしても妙に肌にまとわりつく感じがする。俺も外に出て、改めて校舎を見上げた。窓ガラスはほとんど割れていて、黒く口を開けた教室の中がそのまま外から見えている。校庭は草が伸び放題で、昔、ここで子供が遊んでいたとは思えないほど荒れ果てていた。で、何すんだよ。遠藤が車のドアにもたれながら言う。その顔は明らかに乗り気ではなかった。決まってんだろ。工藤が振り返っていつもの調子で笑った。七不思議だよ。やっぱりそれか、と俺は内心で思った。こういう場所に来ると、こいつは毎回同じことを言い出す。この学校さ、七不思議があるらしいんだよ。ただのじゃなくて、当たり付きのやつ。当たりってなんだよ。俺が聞くと、工藤は少しだけ声を落とした。7個のうち、一つだけやばいやつが混ざってるんだってよ。引いたら戻れなくなるとか、入れ替わるとか、まあいろいろ。軽く言っているけれど、内容は笑えなかった。遠藤はため息混じりに言った。はあ、くだらねえな。昼間だぞ。だからいいんだって。夜なんかより逆に不気味だろ。工藤はそう言いながら、さっさと昇降口の方へと歩き出した。おい、勝手に行くなよ。遠藤がそう言いながらも、結局その後を追った。俺も仕方なく続く。
昇降口のガラス戸は半分以上が割れていて、そのまま中に入ることができた。一歩足を踏み入れた瞬間、外とは違う空気に変わった。湿った木の匂いと埃、それにどこか古い水のような匂いが混ざって鼻の奥に残る。昼間のはずなのに建物の中はやけに暗かった。うわぁ、思ったよりちゃんとしてんな。工藤が周りを見回しながら言う。靴箱は崩れかけていて、床にはガラスの破片や砂が広がっている。歩くたびにジャリッと乾いた音が響いて、その音だけがやけに大きく感じられた。まず1個目な。工藤が振り返る。昇降口のやつ、ここに入るとき、誰もいないのに名前呼ばれることがあるらしいんだ。はいはい。遠藤が適当に返す。で、呼ばれたらどうなるんだよ。返事したらアウト。なるほどな。じゃあ呼ばれても無視すればいいわけだ。遠藤はそう言って何も気にした様子もなく奥へ進んだ。俺もその後を追いながらなんとなく背後に意識を向けていた。その瞬間だった。遠藤。すぐ後ろからボソッと声がした。あまりにも自然で、まるで最初からそこにいたみたいな声だった。反射的に振り返る。誰もいない。割れたガラス越しに昼の光が差し込んでいるだけだった。今の聞いたか？喉の奥が少し乾いたまま、俺は小さくそう言った。けれど工藤は不思議そうに首をかしげるだけで、何が？と聞き返してくる。遠藤も同じように、何も聞こえなかったけど、とあっさり言い切った。いやー。俺は言いかけてやめた。気のせいだったのかもしれない。そう思うことにした。廊下に出ると、外よりもさらに空気が重く感じられた。窓から光は入っているはずなのに、どこか薄暗い。音も不思議なくらい響いて、3人分の足音が必要以上に大きく聞こえた。その時はまだ、それを変だとは思っていなかった。ただの廃校で、ただの遊びで、少し雰囲気があるだけの場所だと、俺は本気でそう思っていた。でも今思えばあの時点で、もう何かは始まっていたんだと思う。廊下を進むにつれて、外の光は確かに差し込んでいるはずなのに、なぜか奥に行くほど暗く感じられた。窓は割れていて、昼の光は入っている。なのに、床や壁の色がくすんで見えるせいか、どこか薄暗くて、距離感まで少しおかしくなるような感覚があった。次ってどこだっけ？俺がそう聞くと、工藤はスマホを取り出して画面を見ながら答えた。3年2組、黒板のやつ。名前書くやつか。そうそう。遠藤がめんどくさそうに先を歩きながら、手で軽くドアを押し開けた。教室の中は思っていたよりも荒れてはいなかった。机と椅子はほとんど残ってはいないが、黒板だけはそのままの形で残っている。窓から差し込む光が斜めに伸びていて、その黒板だけが妙に浮いて見えた。これだな。工藤がそう言うと同時に、遠藤は床に落ちていたチョークを拾い上げた。書けばいいんだろ。おい、待てって。俺が止めるより先に、遠藤は黒板に向かっていた。キーッと乾いた音が教室に響いた。遠藤。白い文字がはっきりと浮かび上がる。はーい、終わり。遠藤はチョークを軽く放り投げて手についた粉を払った。
なんも起きねえじゃん。まあ、すぐにはな。工藤が笑いながら言う。俺はなんとなくその黒板を見続けていた。文字は普通に書かれているはずなのに、どこか落ち着かなかった。輪郭が微妙に歪んで見えるような、そんな違和感があった。でも、それが何なのかはわからない。ほら、次行こうぜ。工藤がそう言ってドアの方へと向かった。遠藤も特に気にした様子もなく、さっさと教室を出ていく。俺は一歩遅れて黒板に背を向けた。その時だった。背後で小さく擦れるような音がした。思わず振り返る。黒板が見える。そこにあったはずの文字はなぜか消えていた。まるで最初から何も書かれていなかったみたいに、きれいに。なあ。思わず声が出た。けれど、すぐにその声を飲み込んだ。遠藤も工藤ももう廊下に出ている。俺だけが立ち止まっていることに気づいて、慌てて後を追った。何してんだよ。遠藤が振り返る。いや、なんでもない。そう答えながらも、もう一度だけ教室の中を見た。だけどやっぱり何もない。さっきのは気のせいだと思うことにした。次は？俺が話を切り替えるように聞くと、工藤はすぐに答えた。理科室、人体模型のやつ。ああ、動くってやつか。目を離すと位置が変わってるってやつな。遠藤が軽く鼻で笑った。そんなわけあるかよ。理科室は廊下の奥にあった。ドアを開けると少しだけひんやりとした空気が流れてくる。中に入ってすぐそれは目に入った。人体模型、窓際に立っていてこちらを向いている。うわぁ。思わず声が漏れた。埃をかぶっているせいか、妙に現実感があって余計に気味が悪い。じゃあやるぞ。工藤が言う。一回目離して、もう一回見る。はいはーい。遠藤が適当に返す。三人で同時に視線を外した。数秒。いいか？いいよー。振り向く。人体模型はさっきと同じ場所にあった。ほらな、何もねえじゃん。遠藤が言う。もう一回やってみようぜ。そう言って工藤が笑った。もう一度視線を外す。数秒、そしてもう一度見る。その時だった。あれ？俺は思わず声を出した。人体模型の向きがほんの少しだけ変わっている気がしたんだ。さっきよりもほんの少しだけこちらを向いている。今動いたよな。俺がそう言うと工藤は首をかしげる。いや？遠藤は何も言わずじっとそれを見ていた。やがて工藤が軽く言って手を叩いた。さあ、次行こうぜ。廊下に出る。さっきよりも少しだけ静かな気がした。いや、静かすぎる。自分たちの足音だけがやけに響くんだ。次ってどこだっけ？開かない教室。工藤が答える。押しても引いても開かないやつだよ。まだあんのかよ。遠藤がぼやきながら歩く。その教室はすぐに見つかった。他のドアと違って妙に綺麗だった。まるで最近誰かが触ったみたいに。これか。工藤がドアノブに手をかける。回す。開かなかった。押してもダメ。引いてもダメらしい。
じゃあ無理じゃん。遠藤が言う。でもな。工藤が少しだけ声を落とした。この前に立つと中にいる感じがするらしいんだ。はいはい。遠藤はそう言いながらも一歩前に出る。ドアの前に立つ。そのまましばらく動かない。どうだ？俺が聞いた。遠藤は少しだけ間を置いてから、別に。そう言った。でもその声はほんの少しだけ低かった。その瞬間、ドンと内側から何かがぶつかる音がした。三人とも一瞬固まった。なあ、今の何？風だろ。工藤が言うが、明らかに声が硬い。そして遠藤はドアをじっと見ていた。さ、次行こうぜ。その一言で、俺たちはそこを離れた。廊下を歩きながら、俺はさっきの音のことを考えていた。風であんな音がするだろうか。そもそもこの学校の中に風なんてほとんど入ってきていない。あといくつだ？遠藤が聞く。3つ。体育館と階段と最後が昇降口。工藤が答えた。階段のやつってなんだっけ？踊り場の鏡。その言葉を聞いた瞬間、なぜか胸の奥が少しざわついた。理由はわからない。ただ、なんとなく嫌な感じがした。体育館に入ると空気が一気に広がる。天井が高くて声や音がよく響く。ここだな。工藤が中央まで歩いていく。音出すと遅れてもう一回鳴るってやつ。反響だろ。遠藤が言う。まあ、やってみろって。工藤が手を叩く。パンと乾いた音が響き、少し遅れて。パン。もう一度同じ音が鳴った。おー。思わず声が出る。確かに少し遅れている。もう一度。パン。パン。3回目。パン。パン。パン。今、俺が言った。3回ならなかったか？工藤と遠藤は顔を見合わせている。いや、2回だろ。2回だな。いや、俺は言いかけてやめた。また気のせいかもしれない。でもその気のせいが少しずつ積み重なっている気がした。体育館を出る。廊下に戻ると、さっきよりもさらに静かだった。次は階段だな。踊り場に鏡があるんだよ。その言葉を聞いたとき、さっき感じた嫌な感覚が、はっきりとした形になって胸に残った。コンクリートの段は、ところどころ欠けていて、踏むたびにギシッと鈍い音がする。昼間のはずなのに、上に行くほど光が届きにくくなっている気がして、自然と足取りが遅くなった。これか。工藤が小さくつぶやく。踊り場の壁際に、問題の鏡は立てかけられていた。縁は黒ずんでいて、ところどころひびが入っている。表面も完全に曇っていて、はっきりとした像は映らない。ただ近づけば、自分たちの輪郭だけがぼんやりと浮かび上がった。3人で並んでみると何か起きるらしいんだ。鏡の中に3人の姿がぼやけて映る。光の加減のせいか少し歪んで見えた。見えてるか？
俺が小さく聞くと、ああ、見える。工藤が答える。だが遠藤は何も言わなかった。ただじっと鏡を見ている。その時だった。一瞬、本当に一瞬だけ、鏡の中で遠藤の動きがわずかに遅れたんだ。なあ。低い声で遠藤が言った。今お前ら、言いかけて止まる。いや、なんでもない。そう言って遠藤は視線をそらした。なんだよ、気になるだろ。工藤が笑う。別にいいって。遠藤はそれ以上は何も言わず、そのまま階段を降り始めた。俺も何も言えなかった。今の違和感をうまく言葉にできなかったんだ。昇降口に戻る頃には、三人ともあまり喋らなくなっていた。空気が変わったわけではない。ただ、なんとなく口数が減っていて、無言の時間が長くなっていた。最後これか。工藤が靴箱の方を見ながら言う。来た時と違うってやつ。わかるわけねえだろ。遠藤が冷たく返す。俺も軽く見回してみたけど、正直違いなんてわからなかった。元の状態をちゃんと覚えていない以上、比べようもなかったんだ。まあいいだろ。工藤が肩をすくめる。全部回ったしな。じゃ、帰るか。遠藤が言った。その一言でようやく少しだけ肩の力が抜けた気がした。外に出る。昼の光が一気に目に入ってきて、さっきまでの空気が嘘みたいに感じられた。なのに不思議と安心感はなかったんだ。山道を下る。砂利を踏む音がザクッザクッと一定のリズムで続く。しばらくは誰も喋らなかった。やがて遠藤がふと足を止めた。なあ。ゆっくりと振り返る。その動きがほんのわずかに不自然に見えた。さっきの鏡。その言葉に胸の奥がざわつく。お前ら何も見てないのか。何もって？工藤が聞き返す。そして遠藤は少し黙ってから視線をそらした。いや、やっぱりいい。そう言ってまた歩き出した。その時だった。後ろの方で、ザッと足音が一つ遅れて鳴った。俺と工藤は同時に振り返った。だけど誰もいない。今の聞いたか？俺が言うと、工藤も小さくうなずいた。その瞬間、遠藤がゆっくりとこちらを振り返った。だけどその動きがほんのわずかに遅れていた。おい！喉の奥が引きつる。工藤も気づいたらしい。遠藤？遠藤は何も答えない。ただじっとこちらを見ている。離れろ。工藤が低く言った。あれ遠藤じゃねえ。次の瞬間、それの口元だけがぐにゃりと歪んだ。笑っている。でも、目は全く笑っていない。俺たち二人は反射的に後ずさった。心臓の音が一気にうるさくなる。逃げるぞ！工藤の声で我に返った。俺たちはその場から一気に駆け出した。校舎の中に戻る。さっきまでと同じはずの廊下。なのに空気がまるで違う。重くて、暗くて、息が詰まる。遠藤、どこにいるんだよ。工藤が答える。わからん。でもあれじゃねえのは確実だ。その時、おい、と
後ろから遠藤の声がした。振り返る。廊下の奥に遠藤が立っている。さっきと同じ姿、同じ顔。遠藤！思わず一歩踏み出した。だけど、行くな！それも違う！次の瞬間、遠藤の首がゆっくりと横に傾いた。それはありえない角度で。息が止まる。もう一度見たときには、もうそこには誰もいなかった。くそ。工藤が小さく吐き捨てる。その時、ガンと近くで音がした。見ると、あの開かない教室のドアがわずかに揺れていたんだ。中だ！工藤が言う。ドアノブをつかむ。回す。だけど開かない。壊すぞ！そう短く言って体当たりをした。1回、2回、3回目でバキって音を立てながらドアが開いた。中は暗かった。懐中電灯で照らす。だけど奥に人影があった。遠藤！駆け寄る。そこにいたのは壁にもたれて座り込んでいる遠藤だった。顔色が悪い。でも本物だとわかる。お前ら。遠藤がかすれた声で言う。どこ行ってたんだよ。それはこっちのセリフだよ。思わず声が出る。ずっと一緒にいたろ。だけど遠藤は首を振った。はあ？途中からお前らいなかったぞ。その言葉で背筋が冷たくなった。行こうぜ。工藤が言う。もういいじゃんかよ。俺たちは遠藤を支えて外へ出た。山道を下る。さっきと同じ道。でも、さっきとは何かが違う気がした。なあ。俺が口を開く。さっきの何だったんだよ。遠藤が少し黙ってから答えた。鏡だな。鏡？踊り場のやつ。遠藤は淡々と言う。俺、あの時見たんだよ。何を？お前らは普通に動いてた。でも、一瞬言葉を切る。俺だけ少し遅れていたんだ。背筋がゾッとする。だから気づいて口に出した。それがまずかったんだろうな。工藤が小さく息を吐く。当たりか。しばらく誰も喋らなかった。やがて俺は、ふと思ったことを口に出した。なあ、最初に遠藤のこと呼んだの、誰だったんだ？沈黙。遠藤も、工藤も答えない。やがて工藤が無理やり笑った。まあいいじゃん。三人とも無事なんだしさ。まあなあ。俺はそう返す。遠藤も小さくうなずいた。ああ。少しだけ空気が緩んだ。ざっと一歩分だけ遅れた足音が鳴った。誰も振り返らない。工藤が軽く笑って言う。ほらな、気のせいだって。俺は何も言わなかった。ただ、さっきからずっと気になっていることを口に出せずにいた。あの鏡に映っていたのは本当に3人だけだったのか。それを確かめる勇気は俺には最後までなかった。時刻は夕方を少し回った頃だったと思う。まだ日が落ちきらない中途半端な時間で、窓の外はオレンジ色に染まりかけていた。その日も
俺たちはいつものように集まっていた。俺と、工藤と、遠藤。特にこれといった用事があるわけでもなく、コンビニで買った適当な飯を広げて、どうでもいい話を続けている。いつも通りの時間だった。きっかけは本当に何気ない一言だった。なんかさ、かば焼き食いたくならん？遠藤が弁当の蓋を閉じながらそんなことを言った。ああ、それわかるわ。あのタレのやつな。急に食いたくなるときあるよな。俺がそう返すと、工藤も小さくうなずいた。たださ、どうせ食うなら店でちょろっと食うんじゃなくって、もっとこう、腹いっぱい食いたくね？その一言で空気が少し変わった。それな、どうせなら限界まで食いたいわ。だったらもう、俺たちで取った方が早くね？俺が冗談半分で言うと、遠藤が笑いながら肩をすくめた。いやいや、どこで取るんだよ。川に行って釣るってか？その時だった。工藤が少しだけ間を置いてから口を開いた。大うなぎって知ってるか？大うなぎ？なんだそれ？でっかいやつ？俺が聞き返すと、工藤は軽くうなずいた。まあそうなんだけど、普通のとはちょっと違う。っていうか、別物だな。別物ってなんだよ。遠藤が笑いながら言う。すると工藤は少しだけ声を落として続けた。沖縄にさ、いるんだよ。でっけえのが。一瞬空気が止まった気がした。沖縄？そう。しかもどこにでもいるわけじゃないんだ。場所が決まってる。その言い方が妙に具体的で逆に現実味があった。へえ、じゃあその場所に行けば取れるんだ。まあ、取れるかどうかはわかんねえけど、いるのは確かだな。工藤はそう言って、どこか楽しそうに笑った。どうする？行ってみるか？冗談みたいな話だったはずなのに、なぜかその場の空気は本気だった。そして遠藤が少し考えるような顔をしてから言った。沖縄まで行ってうなぎって意味わかんねえけどな。逆に面白くね？俺がそう言うと、工藤もすぐに乗った。だろ？どうせならやることバカな方がいいって。結局、その場のノリで決まった。沖縄まで行って大うなぎを取る。今思えばその時点でやめておけばよかったのかもしれない。それから数日後、俺たちは本当に予定を合わせて1週間の休みを取った。どうせやるなら中途半端ではなくて本気でやろう。そんな軽い覚悟だけはなぜか揃っていた。空港に向かう途中も最初は完全に旅行気分だった。いや、マジで行くんだな、沖縄。普通に観光すればよかったんじゃない？いや、それじゃつまらんだろ。工藤が即答する。どうせならちゃんと理由ある方がいいって。うなぎが理由ってどうなんだよ。そんなやりとりをしながら俺たちは飛行機に乗った。沖縄に着いた時、最初に感じたのは空気の違いだった。湿気が重い。ただ暑いだけではなく、まとわりつくような湿気がある。なんか空気違くね？空港を出てすぐ、遠藤がそう言った。南国って感じだな。俺もそう答えながら周りを見渡す。観光客も多くて賑やかな空気が広がっていた。その時点ではまだただの旅行だった。レンタカーを借りて工藤の言う場所へと向かった。最初は海沿いの道を走り、景色も良かった。普通に観光じゃんこれ。遠藤が笑う。だが進むにつれて景色は変わっていった。建物が減り、
道が細くなり、周囲は森ばかりになる。やがて完全に山の中へと入った。その途中、俺はふと思い出して地元の人に場所を聞いてみることにした。立ち寄った店でさりげなく名前を出す。あの辺りに川ってありますよね。店員の人は一瞬手を止めた。ああ、あるね。そこって大うなぎとかいるって聞いたんですけど。少し間があった。それから曖昧に笑う。いるにはいるんだけどさ。言葉が続かない。けど俺が聞くと、相手は視線をそらしながら言った。あんまり近づかん方がいいさ。その言い方が妙に軽いのに引っかかった。理由は聞けなかった。聞ける雰囲気ではなかったんだ。それでも俺たちはそのまま向かった。むしろその引っかかりが少しだけ面白く感じていたくらいだった。やがて車は舗装もまばらな道へ入り、そこで俺たちは降りることになった。ここから先は歩きだな。工藤がそう言う。ドアを開けた瞬間、空気が変わった。重い。さっきまでの観光地の空気とは明らかに違う。なんだこれ。遠藤が顔をしかめた。湿気やばくね？俺も同じように感じていた。じっとしているだけでも汗がにじむ。風がほとんどないんだ。足元のぬかるんだ道を進んでいくと、やがて川が見えてきた。そこで自然と足が止まった。なあ。これ川か？見えているのは確かに水だった。だが、色がおかしい。黒い。濁っているというより、底が見えないような暗さだった。流れているはずなのに、水の音がほとんどしないんだ。妙に静かだった。遠藤が小さく言う。なんか嫌な感じすんな。その隣で工藤が少し笑った。いいじゃんいいじゃん。こういうところにいるんだよ。そう言って迷いなく準備を始めた。その様子がやけに手慣れていて逆に違和感があった。仕掛けは単純だった。ペットボトルとロープを使った罠をいくつかのポイントに設置していく。こんなんでいけんのか？俺が聞くと工藤は手を動かしながら答えた。こういうのは場所が大事なんだよ。その言い方に妙な確信があった。一通り設置を終え、その日は引き上げることにした。結果は何もなし。まあ、最初はこんなもんだろう。その夜車の中で俺たちは簡単に飯を済ませた。外はやけに静かだった。沖縄の山なのに虫の声がほとんどしない。風の音も弱い。静かすぎねえか？と遠藤がぽつりと言う。まあ、たまたまだろ。工藤はそう言って笑った。俺もその時は深く考えてはいなかった。そして翌日、俺たちは仕掛けを回収しに再び川へ向かった。最初のポイントは殻。二つ目は餌だけがなくなっていた。食われてるな。いるにはいるな。少しだけ期待が膨らむ。そして三つ目。ロープを引いた瞬間、明らかに何かが引っかかっている感触があった。お、なんか来てるぞ。俺がそう言うと、工藤がすぐに寄ってきた。ほらな。ゆっくりと引き上げる。黒い水面を割って何かが姿を現した。その瞬間、俺は思わず手を止めた。は？それは魚ではなかった。もっとありえないものだった。水の中から引き上げられたそれは、
真っ赤なハイヒールだった。山奥の川にあるはずのないもの。それなのに不自然なほど綺麗で、まるで今さっきまで誰かが履いてたみたいだった。遠藤が呆れたように言う。なんだよこれ。誰もすぐには触れなかった。その場にそぐわない違和感だけがじわじわと広がる。だがその雰囲気を壊したのはやっぱり工藤だった。いや、これさ。そう言いながら何のためらいもなく手に取った。履けるんじゃね？おい、やめとけって。遠藤が苦笑いする。だが工藤はそのまま靴を脱ぎ、そのままハイヒールに足を入れた。スッと何の引っかかりもなく。一瞬の沈黙。それから工藤が小さくつぶやいた。あれ？どうした？俺が聞くと、工藤はゆっくりとこちらを見て、少し笑いながら言った。これ、ぴったりなんだけど。その言葉が妙に耳に残った。理由はわからない。ただその時ほんの少しだけ嫌な感じがしたのを今でもはっきりと覚えている。真っ赤なハイヒールなんてものが山奥の川から出てくる時点でおかしいはずなのに、その場にいた俺たちはそれをどこか冗談みたいに受け止めようとしていたんだ。いやいや、なんでそれ履けんだよ。遠藤が苦笑いしながら言うと、工藤はその場で軽く足踏みしてみせた。コツッと乾いた音がした。湿った地面の上で鳴るには不自然な、やけに軽い音だった。ほら、普通に歩けるぞ。やめろって、それ、なんか気持ち悪いわ。俺がそう言うと、工藤は、なんだよと笑いながらハイヒールを脱いだ。そのまま近くの石の上に無造作に置く。赤い色だけがやけに浮いて見えた。まあいいや、こんなんじゃねえだろ。もっとでかいのがいるはずだしな。工藤は何事もなかったかのように言って、次の仕掛けへ向かった。俺と遠藤もそれ以上は何も言わずについていった。その後もいくつかの仕掛けを確認したが、まともな獲物はなかった。餌だけがなくなっているものや、ロープが微妙にずれているものばかりで、何かが確実にいる気配だけが残っている。なんか変じゃね？食ってるなら一匹くらい普通にかかるだろう。だよな。俺も同じことを思っていた。その不自然さがじわじわと気持ち悪さを増していた。すると工藤が少し考えるような顔をしてから言った。まあ、でけえのは頭いいからな。そんなもんか？そんなもんだろ。軽い口調だったが、その言い方が妙に引っかかった。一通り見て回った後、俺たちは一度車に戻ることにした。その帰り道、ふと背中に違和感を覚えた。視線、誰かに見られているような、はっきりとした感覚だった。思わず振り返る。だが、そこには何もない。木々と湿った地面と黒い川。それだけだ。どうした？遠藤に声をかけられて、俺はすぐに首を振った。いや、なんでもない。そう言ったものの、その感覚は完全には消えなかった。昼を過ぎる頃には空気はさらに重くなっていた。湿気がまとわりつき、じっとしているだけでも汗がにじむ。それなのに風はほとんどない。葉も揺れず、音も少ない。なあ、こんなに静かになるもんか。遠藤がまた言う。沖縄ってもっとうるさいイメージあったんだけどな。俺も同じことを思っていた。だが工藤は川の方を見たままボソッと言った。
こういう場所もあるって。その声が少しだけ遠く感じた。夕方になり、俺たちはその日の作業を切り上げた。仕掛けはそのままにして、翌日もう一度確認することにした。車に戻ると妙な疲れが残っていた。体力的なものではなく、どこか神経を削られたような疲れだった。その夜、外はやけに静かだった。昼間よりもさらに音が消えている気がする。車の中で横になりながら、遠藤がぽつりと口を開いた。なあ、さっきのヒールどうすんの？言われて思い出す。川辺の石の上に置いたままのあの赤いハイヒール。工藤はスマホをいじりながら答えた。別にいいだろ、そのままで。いらねえし。だよな。遠藤もそれ以上は言わなかった。だが俺はなぜか少しだけ引っかかった。あのまま置いてきていいものなのか。そんな考えが一瞬だけ頭をよぎった。どれくらい時間が経ったのかわからない。ふと違和感で目が覚めた。車内は暗く、エンジンも切れている。遠藤は後部座席で寝ていた。工藤の姿がなかった。工藤？小さく呼ぶ。返事はない。ドアの方を見ると、わずかに開いている。外に出たのか？俺は体を起こし、ドアを開けた。湿った空気がゆっくりと流れ込んでくる。外は暗いが、完全な闇ではなく、ぼんやりと周囲は見える。その中に工藤が立っていた。少し離れた場所で川の方を向いている。何してんだよ。俺が声をかける。工藤はゆっくりと振り返った。だけどその動きがほんのわずかに遅い気がしたんだ。いや、少し間を置いて言う。なんか呼ばれた気がしてさ。その言葉に背筋が冷えた。は？誰にだよ。わかんねえけど、あっちから。そう言って川の方を指さした。その仕草が妙に自然で、逆に気味が悪かった。やめとけって、こんな時間に。俺がそう言うと、工藤はしばらく黙った後、小さく息を吐いた。まあ、そうだな。そう言ってこちらに戻ってくる。その時、ほんの一瞬だけ気づいた。歩き方が少しだけおかしかったんだ。引きずるような違和感のある動き。だがその場では何も言わなかった。翌朝、俺たちは再び川へ向かった。空気は相変わらず重い。だが、それ以上に気になったのは工藤の様子だった。妙に無口で、どこか上の空に見える。川に着くとすぐに水面をじっと見つめたまま動かなくなった。おい、行くぞ。遠藤が声をかけると少し遅れて返事が返ってくる。ああ。その声にはどこか実感がなかった。仕掛けを確認しながら、俺は何気なく工藤の足元に目をやった。そこでハッとした。なあ。お前、昨日川に入ったか？工藤は少し考えてから首を振った。いや、入ってねえけど。じゃあ、それなんだよ。俺が指さす。工藤の片足、昨日ヒールを履いていた方だけが明らかに濡れていた。それも、さっき水に入ったみたいな濡れ方だったんだ。あれ？工藤も気づいたようで眉を潜める。なんだこれ？いや、こっちが聞いてんだけど。遠藤も覗き込む。寝ぼけて歩いたんじゃねえの？いや、それはねえだろ。そう言いながらも、
工藤は納得していない様子だった。だが、それ以上深く考えようとはしなかった。考えたくなかったのかもしれない。その日、三人とも明らかに口数が減っていた。何かがおかしいと分かっているのに、それを言葉にしない。そんな空気だった。昼を過ぎ、残る仕掛けはあと一つになった。少し離れた場所にあるポイント。最後、行くか。遠藤がそう言う。誰も反対はしなかった。川沿いを歩く。その途中で、またあの感覚が来た。背中に突き刺さるような視線。今度ははっきりと分かった。なあ。思わず声が出る。なんか見られてないか？言った後に気づいた。誰も否定しなかったんだ。工藤も遠藤も。ただ黙っていた。その沈黙が何よりも気持ち悪かった。川沿いを進む足取りは自然と遅くなっていた。誰もやめようとは言わない。けれど全員が同じものを感じているのは分かった。背中に刺さるような視線。振り返っても何もいないのに、確かにいると分かる感覚。湿った空気は変わらないはずなのに、なぜか少しだけ冷たく感じられた。やがて、最後の仕掛けを設置した場所が見えてきた。川が緩やかにカーブしている地点で、周囲より少しだけ開けている。そこに足を踏み入れた瞬間、空気が止まった気がした。風もないし、音もない。さっきまでかすかに聞こえていたはずの葉の擦れる音すら消えていた。なあ。遠藤が小さくつぶやく。その声さえ妙に遠く感じた。あれ。視線の先を追う。そして俺もそれを見た。川の中に女が立っていたんだ。真っ赤なワンピース。それだけが異様なほどはっきりと目に入った。水は膝より上まであるはずなのに、服はほとんど濡れていないように見える。長い髪が顔を覆っていて、表情はわからない。けれど、見られている。そうとしか思えなかった。動いていないのに、確かにこちらを見ているとわかる。誰だよあれ。遠藤の声は明らかに引きつっていた。俺も何かを言おうとしたが、声が出なかった。その時横で足音がした。水を踏む鈍い音。振り向くと、それは工藤だった。何も言わずに川へと足を踏み入れている。おい、何してんだよ。声をかける。だが反応がなかった。工藤はただ前を見たまま、もう一歩ゆっくりと進む。その動きがどこかぎこちなく見えた。おい。遠藤も声を上げる。それでも止まらなかった。そして小さく、いた。そうつぶやいた。そしてその声は俺たちに向けられたものではなかった。その瞬間、違和感の正体に気づいた。歩き方がおかしいんだ。普通に歩いているように見えるのに、どこかずれている。よく見ると、片足だけが不自然に前に出ている。自分の意志で動かしている動きではなかった。まるで何かに引っ張られているみたいだった。おい、戻れって。遠藤が駆け寄り、工藤の腕を掴んだ。その瞬間、遠藤の表情が歪んだ。なんだこれ。どうした？重い。異常な重さだったんだ。ただ引っ張られているだけではない。何か別の力が確実に向こう側へと引いている。よく見ると、工藤の体は後ろに引かれているのに、足だけが前に進んでいた。ずるっ、ずるっと
水の中で何かが動くような音がする。視線を落とす。工藤の足。ヒールを履いていた方の足が水の中で沈んでいる。いや、沈んでいるんではなかった。何かに掴まれているんだ。そうとしか思えなかった。見えないのに、そこにあるとわかる。やばい、引っ張られてるぞ。俺も駆け寄って工藤の肩を掴んだ。二人で引く。だけど動かない。それどころか少しずつ前に進んでいるんだ。おい工藤、戻れ。遠藤が叫ぶ。だが工藤は反応しない。ただ前を見たまま、ゆっくりと川の奥へと進んでいく。その瞬間、水面がわずかに揺れた。工藤の足がさらに沈む。膝のあたりまで一気に引き込まれた。あ、やばい。遠藤の声で体が勝手に動いた。とにかく引く。全力で。腕がきしむ。バランスなんて考えない。ただ、引き戻すことだけを考えた。次の瞬間、ずるっと何かが外れる感触があった。そのまま三人とも後ろに倒れ込む。俺たちはしばらく動けなかった。息だけが荒く、やけに大きく響いた。恐る恐る川の方を見る。さっきまで確かにいたはずの女は、もうどこにもいなくなっていた。風が戻る。遠くで虫の声が聞こえ始める。それはまるで何事もなかったかのように。おい、大丈夫か？工藤はしばらくぼんやりとしていたが、やがてゆっくりと顔を上げた。あれ？何してたかわかるか？俺が聞く。工藤は少し考えてから首を振った。いやー、ごめん、わかんねえ。その答えに背筋が冷えた。ふと足元に目が行く。工藤の足。そこにははっきりと跡が残っていた。ヒールを履いていた側の足首に締め付けたような跡。しかもそれだけではない。反対側の足にも指で掴まれたようなくっきりとした跡がついていた。遠藤がそれを見て小さくつぶやく。まだ話してねえな。その一言で空気がまた冷えた気がした。だけどそれ以上は何も言わず、俺たちはその場を離れた。仕掛けはそのままにしてしまった。もうどうでもよくなったんだ。車に戻るとようやく現実に戻った気がした。ドアを閉めた瞬間、外と切り離されたような感覚があった。エンジンをかける。音がする。それだけで少し安心した。しばらくは誰も何も言わなかった。ただ車だけが走る。山道を抜け、少しずつ見慣れた景色へと戻っていく。やがて工藤がぽつりとつぶやく。はあ。その声はいつもの調子だった。結局、大うなぎ食えなかったな。その言葉に遠藤がすぐに返した。お前のせいでな。そのやりとりが妙にいつも通りで、逆にさっきまでの出来事が現実じゃなかったみたいに感じた。車はそのまま走り続ける。沖縄の山を抜けて町の方へと戻っていく。その時ふと感じた。視線。バックミラーでもない。横でもない。もっと近く。車の中にいるような感覚。一瞬背筋が冷えた。だが前を見ると、工藤と遠藤がいつもの調子でくだらない話をしている。それを見ているうちに、その感覚も少しずつ薄れていった。まあ、いいか。小さくつぶやく。何に対してかは自分でもわからなかった。
その後、俺たちは空港へと向かい、そのまま地元へと戻った。そして、結局近くのうなぎ専門店に入って、普通にかば焼きを食べた。あれだけ騒いで、わざわざ沖縄まで行って、やったことは結局いつもと同じだった。ただ、あの川のことを誰も話題にはしなかった。そして今でも、ふと思うことがある。あの時、もし手を離していたら、もし、あのまま工藤が連れて行かれていたら、あんまりそのことを考えないようにしている。